はい、どうも、三平です。今日は家で懸垂、ディップス、プッシュアップの主にスピードを強化するトレーニングをやっていきます。で、ハイレップ系とかエンデュランス系のトレーニングする上で、僕はね、スピードってもう非常に重要なテクニックでもあり、スキルだと思っているんで、最低でも週1回はそこに重きを置いたトレーニングセッションを設けるようにしています。で、今日は主に懸垂の部分ですね、そこを撮影して、紹介しようと思います。僕がどういうトレーニングアプローチで懸垂のスピードを強化しているのか興味ある方はぜひご覧ください。で、懸垂ですけど、こういうことを経験された方たくさんいらっしゃると思うんですけど、スピーディーに懸垂しようとすればするほど、体がね振られたりとか、うまくコントロールできないっていう、ことにね慣れてないうちになると思います。はい。でこれはコツもあるんですけど、やっぱ一番は慣れかなと思います。はい。単体でねどんだけ引く力強くても、体幹もね強くても、懸垂という動作でスピードを出した時に、いかにそれを連動させれるかっていうところが、重要かなと思うんで、もうね、頭で考えることも大事ですけど、練習あるのみかなと、はい、僕は個人的に思います。で、練習ね積んでいけばだんだん自分の中でコツっていうのもつかめていくと思うんで、はい、練習あるのみかな。はい。で、そういうね、スピード、そういうパフォーマンス能力、強化したい人は、ぜひね、普段から早く動かすというトレーニングを、取り入れることをお勧めします。はい。で、今日は僕もトレーニングの一環として、ちょっとしたチャレンジをもね、やっていこうと思います。はい。まずはね、20秒間のうちに何回懸垂できるかっていうところを、挑戦していこうかなと思います。はい。早速やっていきます。だいたい23回目ちょっと微妙な感じでしたけど、はい、そんな感じですね。ちょっとこれをインターバル取って、5セットぐらいやっていこうと思います。やっぱり23。ちなみに休憩3分でやってます。23やねよね。さすがに疲れてきた。じゃあ一旦これラスト5セット目で、
はい、まあ、じゃあとりあえず最初の、20秒間に懸垂何回できるか、チャレンジは、まあ、大体23いけたかなっていうところでした。はい、じゃあ次のアプローチいきます。次はこれもよくやります。次はメトロノーム使って懸垂をやります。でメトロノーム何でもこうアプリとかねあると思うんで何でもいいと思います。で 60bpm に合わせるとこういう感じでこれ1秒間に1回になっていることになります。はい、でこれに合わせて懸垂をやっていきます。カチ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 、はい、こういうねテンポに合わせてやっていく。まずこれをね10回やります。どんな感じか。はい、こういう感じで、これをね短い休憩で、もう高セットやっていこうと思います。20セットぐらいかな。はい、休憩は多分1分、長くても1分ぐらいのインターバルで、はい、別にセット数は人それぞれなんですけど、コツとしては本当に疲労を残さない、テクニックとか、スキルを磨くときは疲労を残さずに、トレーニング量を増やしてやるっていうアプローチが、個人的にはいいかなと思います。これってねプランシェとかフロントレバーとか、そういう技系を習得するときも一緒じゃないですか。筋力高めるときも、あんまり追い込まずにインターバル長くとって、練習頻度を増やしてやるっていう感じの方がいいかなと思います。これもね同じ感じ、スピードを強化するのもあんまり1セットで追い込みすぎず、はい、練習量増やす。ごめんなさい、何回も同じこと言ってますね。はい、な感じで。でメトロノーム使うと何がいいかって、使わずに自分の中でスピード速くやるっていうのもいいんですけど、やっぱ五感ですよね。耳からこう音が入ってくるんで、それにね合わせてやろうっていう、ちょっと説明むずいんですけど、本能的なとこがね働くような感じがします。はい、やっぱ五感のうちの一つなんで、そこから情報が入ってくるんで、それに合わせて何とでもやってやろう、何とかしてやってやろうっていうね、そういうパワーが生まれるような感じがしますんで、メトロノーム使ってるの結構おすすめです。はい、で60まずやるのが難しかったら、これ落としてやってください。例えば BPM50 から始めるとか、ゆっくりね。はい、でだんだん速くしていって 60bpm でもできるところに持っていくっていうのも一つのアプローチだと思いますし、もう一つは60でやってみると。ただフルレンジでやろうと思うとどうしても追いつかない。ちょっと一回見せます。フルレンジでやろうと思うとやっぱこう遅れていくみたいな。その場合レンジを短くしてこの 60bpm についていくっていうアプローチもいいと思います。お見せします。こういう感じ。こういうね練習も全然 OK だと思いますよ。フルレンジでやるバージョンもやれば、レンジ短くして目標とするスピードに合わせてやるっていうアプローチも非常にいいと思います。フルレンジねでばっかやって、テンポ出せないと、それでもね成長はしていくと思うんですけど、目標とするスピードに合わせて、たとえレンジが短かったとしてもそのスピードに対しての体幹の使い方とか、いろんなものがねすいません、説明がうまくできないですけど成長していくと思います。はい、だからあんまりフルレンジばかりにこだわらずに、スピードを出すためにショートレンジにしないといけないんであれば、そこはちょっと妥協してやってもいいと思います。僕も今日は例えばもう60は結構余裕なんで、多分75とか
こういう感じでやってもいいなと思いますね。はい。そういうのをミックスして今日もやっていこうと思います。で、同じようなアプローチをディップスとかプッシュアップでもやっていくっていう感じです。はい。考え方は一緒です。はい。今日はね、そういう感じで、まだまだこれからトレーニングやっていきます。はい。何か参考になれば嬉しいなと思います。はい。最後までありがとうございました。今日はこんな感じで。どうも。